が変わってるんですよね。もうサスペンションフィールの劇的な向上にあると思います。湖畔のワインディングで絶対に味わえると思っているんですね。今回はですね本当にかなり上質になりましたので、はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日ご紹介するのはこちら、テスラの新型のモデル Y です。こちらの一般道市場をお届けしてまいります。エクステリアも変わりましたけれども、走りがね本当にってなったので、皆さんぜひね最後までご覧いただけたら嬉しいです。それではチャンネル登録と高評価で応援してください。自宅で簡単ガラスコーティング白山50。はい、それではですねモデル Y 試乗でございます。お、そうだったそうだった。もうねまずキーしかないんですよ。なのでスターターボタンが何にもなくて、もう乗り込んで、あとはもう D レンジに入れたらそのまま走り出せるっていう、すごくシンプルなインターフェースになってます。でその辺はちょっとね走りながら行きたいなと思うんですけれども全部ここにアンチョコがあるのであれなんですけど、今何を探してたかというと、ハンドルのね上下調整ですね。でインアウトもね、チルトテレスコもこれでできるっていうことなんですけれども、それもこうボタンを押すとこの機能に割り振られるというような感じですね。マルチウェイになってて、ボタンがもう2個しかないので、これをこういかにこう、ね、使い分けるかっていうのはこの中で決められるというような感じですね。サブのキーをこの試乗車に関しては、ね、このテスラバッグめっちゃ可愛いんですけど、私はパソコンバッグにリアルに使ってますが、いつもこれにこうサブのキーが入っているので、これを置いて、そうするとタッチスクリーンでこうシフトを選んで出ていけるという形になるという感じなんですね。さあというわけでですね、今回テスラ試乗会でございます。でテスラの試乗会自体がもう本当にね実はなかったんじゃないかなと思います。今回ですねこのモデル Y 非常にね気合い入ってるんでしょうね。しっかりと試乗会を箱根で、してくれました。というわけで私も自宅の近辺とか、東京都内で試乗することが多いので、郊外でこのテスラに乗るの、実は箱根で乗るのね初めてになるので、すごい楽しみです。とにかく箱根は道がタフなので、この辺がですよ、この辺がそのどうやねんっていうところですよね。さあそして今ですねパッと乗り換えてですね、もうテスラってすごい操作系がね、先にお話しした通りすんごい個性的なので、結構掴むまでねおおってなっちゃうことがあるんですけれども、特にね私みたいに毎日いろんな車乗るタイプからすると、もう本当に混乱しちゃうぐらいですね、他の車と全然操作系が違います。この辺の操作系に関しましては戸惑うことが特にモデル3は多かったんですね。でなぜならばモデル3ってウインカーレバーすらなかったんですよ。でドライブセレクターはメルセデス・ベンツと同じ形のもので、ステアリングコラムからここに出ているですね、押し下げるとドライブに入るやつが入ってたんですけれども、このウインカーレバーはステアリングの中に入っていたと。なんとこのモデル Y からはウインカーレバーが戻ってきました。慣れているとパッて使えるんですけれども、やっぱねカーシェアとかで使った場合にちょっと分かりにくいなっていうのがあったのかなとも思いますが、とにかくこのウインカーレバーが戻ってきた、保安部品としてね、非常に大事なものなので、ここが物理スイッチとして戻ってきたっていうのはすごく嬉しいことかなと思います。でさっきもね一旦停止しましたけれども、パッと迷いなくねウインカーに手を伸ばせたので、後続車にすぐにね曲がる方向を伝えられるとかいうのも車として、非常に使い勝手がねまた良くなったのかなという感じがしました。で、今回ですね新しいモデル Y になりまして、これねマイナーチェンジ扱いなんだそうです。パワートレーンなんかは何も変わっていないという話なんですけれども、でもですね実はバッテリーセルの配置を変えたりとか、あとですねなんでか知らないけど、乗り心地が良くなっていたりとかして、実はですねランニングチェンジと呼べるようなものがたくさん入っているのが今のテスラですね。今回の新しいモデル Y もグレードは2構成になっています。リア駆動の RWD と、それからロングレンジの AWD ということで、私が乗らせていただいているのが今ロングレンジの方の AWD モデル、上位モデルとなってきます。なんと航続距離635キロね、非常に長いです。テスラに普段乗ってらっしゃる方はこの航続距離の恩恵っていうのをね毎日感じていらっしゃると思うんですけれども、価格帯から考えると635キロって結構ねお買い得なね、本当に名前の通りロングレンジなのかなという感じがします。ハイグレードのですね RWD になりますとマイナス100キロぐらいになってまして、価格差もそれに応じて変わっていくと。というわけでその走りの方なんですけれども、
これね、実は空力が変わってるんですよね。今回デザインもその内外装と使い勝手編でお届けした通りですね、内外装のデザインもすごく変わってます。テスラはもともとそれこそモデルS から始まって、あの頃やっぱりその電気のねモーターのアシストっていうことが一般的ではなかった時代に、あんなこう大パワーの EV みたいなものにですね、しかもそうその頃には試乗会あったんですよ。その頃には試乗会ありましたね。懐かしいですけど、その頃はですねクローズドコースで本当全開加速みたいなねテストもさせていただいたんですけど、マジで空飛ぶんじゃないかと思うぐらいものすごい電気のトルクを感じたんですよね。もうアメリカを感じたっていうか、世界を感じたっていうか、こんなものが出てきてしまった、しかも電気でっていうことにすごくびっくりしたんですけど、と同時にやっぱりメカの弱さみたいなのもちょっと感じたんですよね。今となっては本当に一般ユーザーからしてもごく当たり前の共通認識になってきましたけれども、やはりそのバッテリーセルを床下に敷き詰めるというですね、電気自動車ってその動力源の構造的に、どうしてもやっぱりね床下が重くなってしまうというね、車重が重いというねネガティブがありますよね。でこのネガティブに関してやはりですね、当時のテスラはやはりそのサスペンションがそれに耐えうるものではなく、割とやっぱドスドスしたんですよ。なんか平滑な路面では非常に快適ではありますけれども、例えばちょっと路面の荒れたところに行くとやっぱりこうちょっとしんどいよね走るのっていう、結構ガタガタするし底付き感もあるし、重量っていうのをすごい感じるよねっていうことをすごくネガティブに思っていたんですけれども、そこからやっぱりすごいのが、世界中のありとあらゆる、車のメーカーのエンジニアをですね、ヘッドハンティングしまくって、車部門としての、自動車動力性能としてのですね、自動車の性能を上げてきたっていうところが、テスラの価値じゃないかなとも思うんですね。話が長くなりましたけれども、このモデル Y も実は先代からだいぶめちゃくちゃ良くなりました。これはびっくりしたんですけれども、ものすごい底付き感がないんですよ。ものすごく足の粘りであるとか、それからそのダンピングの滑らかさっていうのをすごく感じてます。今くるっとね回るような180度以上ぐるっと回るようなワインディング走ってますけれども、こういうところもですね突っ張り感なくしっかりと路面を追従している感じっていうのがしっかりと味わえているんですね。これはね結構驚き、すごく良くなってます。今ねその古いモデルはとてもお得に買えるキャンペーンを行っているんですよ。ネットでポチッとやったら買えると。でその値引き額とかもすぐ分かると。でこういうところもあるので、モデル Y 旧型を考えてらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、新型全然違いますよ。これすんごい良くなってます。でさすがやっぱり値引きするだけあるよねって思うんですよ。で値引きしてさらに新型を売るってどういうことかって言ったら自信があるからですよね。でその自信は確かにものすごい感じてますし、出てます。しっかりいいものに仕上がってますよね。でそのダンピングだけではなくて、普通に直進している時の路面の当たりの柔らかさとかいうところもちょっと感じてます。サスペンションのシステム自体が本当に一つブラッシュアップされたのかなっていうことを思わせます。重みっていうのをあまり感じず、しかも突っ張り感もなく、で底付き感もなくね、前回はね本当にやっぱり返す時にテスラ広報さんにやっぱすっごいいい車だけどやっぱりドシドシしますよねっていう話をしたんですよね。いや今回時おっしゃってたドスドスした感じが全くなくなってて、かなり良くなってるのでぜひ試乗を楽しみにしてくださいっていう風におっしゃっていただいてました。その通り、間違いない。本当に今回の刷新の肝はこのサスペンションフィールの劇的な向上にあると思います。でそれに合わせてそのハンドリングも上質になったかなと。どういうことかというと、このダンピングに合わせて切っていく時のこのリニアリティっていうのが意に沿うような感じになったんですよね。ちゃんと沈み込みに合わせてハンドルを切っていけるので、車が逃げていかないですし、しっかりと鼻先が入っていくような感じも味わいながら、しかも SUV らしいですね、ほのかな柔らかさっていうのをどこか感じる。だからそのアジリティというほどではなくて、もうパンパンって鼻先が入っていきますみたいな感じではなくて、どこか優しい感じっていうのを持ち合わせていて、ここもですね感じとしては柔らかさ、優しさっていうのを感じます。でこういうところがねとってもいいフィールに私は思えます。
はい、今ちょっとねU ターンするためにバックしてますけれども、このバックもここです。ここでスッてこうやれるっていう、なんか怖いかなと思ったら意外と慣れますねこれと。止まった段階でパッて出てくるんですよ、このバーが。だから普段はここに速度が出ていたりとか、あとここに ADAS の画面が出ていたり、ナビが半分に表示されていたりとかして、何もついてないんですけれども、止まったりとか速度が下がったりとかすると、ここに勝手にそのシフトのレバーが出てくる。で、なぜ U ターンしたかというとですね、こう途半性能を見ていただきたかったんですよ。で、私はこのテスラに関しては、息継ぎのなさ、トルクの太さ、電動の滑らかさっていう全てのその電動モデルのポジティブっていうのが途半のワインディングで絶対に味わえると思っているんですね。なぜならばやっぱり ICE の車とかだとハイブリッドとかだとね、それをちょっとモーターでカバーしてくれるところもあるのですごく気持ちいいところもあるんですけれども、やっぱりでもね、エンジンものってどうしても途半のワインディングって息継ぎがあるんですよね、トルクの。で、なぜならばこっちがアクセルの抜き差しをするからだと思うんですけれども、アクセルをこう抜けばやっぱりトルクは下がるというか、速度落ちますよね。だってアクセルってそういうものだから。そのアクセルの抜きに合わせて過剰にパワーが落ちてしまうがゆえに、次の加速にちょっともたつきが出るっていうのがやっぱり ICE であり、プラグインハイブリッドも含めてのね、ICE かなっていう感じもするんですよね。なんですけれども、テスラすごく、大きなバッテリーを積んでいるっていうのもありますし、そもそもその電動のこの味付け、もう加速感の味付けが上手、だからペダルフィールの味付けが上手っていうのもあって、途半のワインディングの時に一切のもたつきがなく、次のコーナーにその場から瞬発的なトルクが生まれて、どんどん切り込んでいくことができるっていうのがすごく楽しいんですよ。で、これは速度の減速がないので、おそらくですよ、うまく操れば同乗者の皆さんにもポジティブじゃないかなと、酔いの少ない運転ができるんじゃないかなって実は思ってるんですよ。こういうね、上り坂でハンドルを切っていった時に、こういう時にですね、今すっごい速度が遅いんですけれども、普通のね、こうワインディングの速度で言うと、クリップですね、コーナーの頂点というか、そこに合わせてまた次に進んでいく時に、やっぱりこうハンドルを切る時って鼻先入れたいから、こうブレーキというか減速をしますよね。で、その時に踏み出していく時の再加速のタイミングのトルクの生ませ方っていう感じですかね。ここがね、非常にこうしっかりとこうパンパンとこうね、踏んだら踏んだだけ、踏んだらそこから瞬発的に一瞬で大トルクが生まれるっていうところが、このテスラの良さであるかなっていうふうにも思います。で、この、出力の出方に関しては、じゃあ EV は全部同じじゃないのと思われるかもしれないんですけれども、ここがまた面白いところで、航続距離を伸ばしたいタイプの割と電力の最初のその出方を絞っているメーカーが割とどこも多くて、例えばスポーツモードとかね、ワンペダルモードとかにしたらその場からこうズバッとね、トルクが生まれたりとかするっていうところはあるかもしれないんですが、意外ともったりしてる EV が最近多いかな。それはこうドライバビリティの考え方で、あんまりこうトルクを最初から生ませすぎると、それこそこうピッチング挙動が生まれたりとかして、ドライブのフィールとしてあんまり良くないっていう考え方もあったりとかするかもしれないんですけれども、その辺さすがにですね、テスラは割とそれでも穏やかになりました。昔はもっとね、ドカーンってね、さっきも言いましたけど、空飛ぶんじゃないかと思うぐらい大きなね、パワーを生んだりとかもしていた時代もあるんですけれども、そこからはだいぶ優しくなりましたけれども、それでもやっぱり国産モデルとかにね、比べるとこう出し惜しみがないというかね、の分かりやすさっていうのの味付けはやっぱりテスラウェイなのかなっていうふうにも思っていて、ここがまた私がテスラに魅力を感じる部分でもあるのですよ。それはなぜできるかというと、やっぱりそのバッテリーが大きくて、この600キロを超える航続距離を持っているっていう余力があるので、たくさんこうね、使わせても大丈夫っていうこう余剰の分ですね、そのトルクのマネジメントというか電力のマネジメントが、ちょっと自信があるのかなというところもつながっているんじゃないかと思うわけです。で、さらにですね、今回新しいモデル Y になって、この途半のワインディングで、その瞬発的に生まれていくトルクと足の関係性がものすごいいいです。ここで、例えば、今ワンペダルモードみたいな感じになっていて、パッと離すとですね、今ちょっといきますね。パッと離すと多分、後ろにこうブレーキランプがつくぐらいしっかりとグッと加速するんです。これ私今頭動きましたけれども、この G に対しては全くブレーキの操作をしてないです。私さっきから右足しか使ってないんですね。なんですけれども、それでもこれぐらいこう
ね、減速の G が生まれるぐらいワンペダルドライブみたいな感じにはなってるんですけれども、これねサスがすごく良くなったので、ガツンとこう沈み込みすぎて、ちょっとドタバタ感というかね、足がバタバタする感じっていうのが本当になくなりました。むしろちょっとこうね、上物はふわっとした感じにも思えますね、もう今となっては。まあふわっとした感じが時にややそのジャダーっぽい感じのこう微振動みたいなのは生まれますが、それがフロアがしっかり固まってるので、サスペンションの方で処理してくれて、そこがまあ若干ちょっと上物に影響するかなっていう感じなので、酔うほどフラフラするとかいうのは全くないんですけれども、ちょっとこれまでとは挙動が変わったかなと。前の方がこういう微振動とかに対してこうビシッと決まっていた、まあ硬かったんでしょうね、そういうところはあるのかなと思いますが、まあそういう細かいことは置いといて、大幅に刷新したのがこの本当コーナリング性能だから、トルクの出力に合わせてこうコーナーしていった時の沈み込みとかこの戻り感っていうのがものすごく滑らかになってしっとりしたので、ここはですね非常にこうフィールのいいというかね、大幅に良くなったなっていうところを実際的に感じるところだと思います。で実際これはねディーラーの市場拠点、本当にテスラは今どんどん市場拠点増えてますけれども、ね、渋谷とあと大阪の梅田にもできました。でここが市場拠点になってるので、ぜひね市場の方していただきたいと思うんですが、前のモデル Y を知っている人ほど、うわ全然良くなってるじゃん、すんごい上品になったねっていうことを感じるかなと思います。まあ、だからそのテスラのモデル3とそれからモデル Y に関しましては、モデル S、モデル X に比べてだいぶ廉価な価格で出てきた、まあ、エコノミーテスラと言ってもいいようなモデルだったので、ある程度乗り心地の方を価格とともにちょっと諦めているところもあったのかなっていうふうにも思うんですけれども、いやこれが今回はですね本当にかなり上質になりましたので、こう走りがねそのエコノミーテスラっていうことを全く感じさせないようになったっていうところも、まあ、非常に大きな魅力だと思います。それからですね、その前のモデル Y とモデル3に関しましては EV 補助金っていうのがですね非常に充実しているというところも挙げられると思います。まあ、日本でもねテスラユーザーさん増えてきているとは思いますけれども、これねすんごい安く買えるんですよ。だから補助金のパワーの使い方、補助金ブーストっていうのがこれめちゃくちゃ効くんですよね。最大87万円って言ったかな。で実はこの EV 補助金に関しましてはいろんな要件があって、例えばサイバーセキュリティ対策がちゃんとできているかとかね、納入のお金が遅れてないかとかね、そういう細かい要件を実はテスラは結構高次元で満たしていて、なのでその補助金がつく時にしっかりとこう上限まで使えるように補助金の枠をたくさん取れるといったようなその企業努力的なメリットもあって、非常に補助金ブーストが効きます。いやいろいろと本当にテスラってまあね敵の多いメーカーでもありますけれども、新しいことをたくさんするので敵の多いメーカーではありますけれども、ちょっと企業姿勢としてもやっていることの方向性としても私はすごく魅力的で、実は私は何回も言ってますけどテスラ欲しいタイプです。これも何回も言ってますけれども、充電がものすごいおしゃれなんですよ。おしゃれで先進的なんですよね。その辺にある日本の充電器ってすっごいその充電口重いし、ホースも重いし、長いし、汚いし、ズルズルしてるし、なんか嫌じゃないですか。なんですけどテスラのスーパーチャージャーはめちゃくちゃ細くておしゃれなんですよ。もう本当にエレガント。もうなんだったらこの、充電のテスラのねスーパーチャージャーのパーキングのところに入れて、テスラの充電のそのノズルを持って給電口に近づくとパカって勝手に開いたりするんです、センサーで。もうその時点で未来ですよね。もういや今私もうまさに2050年に住んどるわみたいな、ジャパンリビングイン2050みたいなね、なんか最近よく外国のインスタとか TikTok とかで流れてきますけど、こう USA リビングイン2050ですよ、本当にリアルにって思っちゃう。それぐらい本当にめちゃくちゃこれこそソフィスティケートされてるわけです。でしかもですね、そのスーパーチャージャーでの充電をテスラはね進めてるんですよね。で通常急速充電ばっかりすると、バッテリーが傷むのでやめてくださいねって言ってる国産、他の国の EV メーカー多いと思うんですけれども、テスラに関しましてはそのテスラのスーパーチャージャーでバッテリーが傷むことがありませんというふうにアナウンスをしてます。
でここは私もねテスラをこう日常的に何年も何年も乗ってるわけじゃないので、ここはデータとして見てるだけとなって実感ではないんですけれども、実際にそういうデータをちゃんと蓄積して、カスタマーに、公開しているというところもしっかりあるので、とにかくそのパッと充電しに行った時のおしゃれさ、それから充電の速さで、アプリとまたアップルウォッチとも連動していて、充電あと何分で終わりますよみたいな通知がピコーンってくるんですよ。でうまくできてるのは、その充電をずっと占領してる、だから駐車場みたいに使ってるとペナルティみたいに充電の価格が高くなったりとかして、ちゃんと占領できないようにマネジメントもされてるんですよね。すごくアメリカっぽいなと思います。合理的ですよね。で合理的といえば、実はこれは日本には入ってないんですけれども、北米の一部の州ではテスラ保険っていうのがあって、こうスコアリングをされてるんですよ、自分の運転が。で例えばよそ見の回数が多かった、で自動運転をキャンセルした、で速度超過したみたいなデータが、全てこう車両の方に蓄積されていて、それが全て翌月の保険料に反映されてくるわけです。ですから危険運転をしないように、安全運転をするように、ちゃんとジェントルマンな運転をしている人は保険料が安くなるっていうねメリットもありますので、だからドライバーまでを育ててるわけですよね。でそういうものは日本には入ってないですけれども、実際には北米で一部の州でもう運用が始まっているということなんですね。なんですけれども、最高時速は201キロね、0-100キロ 4.8 秒みたいなねスペックもちゃんとあるっていうね、そんなねスコアリングされてて、そんなのどこに出すねんって思うんですけれども、それとこれとは別ということで、非常にですね車としての性能もよく、さらにですね企業体制として割とこう真面目にねカーライフというか、その車を、持つ人の生活っていうのを考えて、またエネルギーマネジメントもしてて、充電ビジネスもしっかりしていると、で、そういうことが全部含めてですね、この EV 補助金というところにも跳ね返ってきていて、ユーザーメリットになっているっていう好循環を生んでいる企業っていうところも、少しね覚えていただけると、さらにそのテスラへのね理解が深まるのかなとも思います。で本当にね、本当に良くなりました。なんかやっぱりこう重たいし高航続距離 EV なので、そりゃねこうその神経質になれば、そしてこう軽量系の IC モデルと比べれば、それはねややこうゴツゴツするところもあれば、やっぱりこう底付きするところもなくはないですし、こうサスペンションのフィールもまだまだ洗練されていく伸びしろっていうのはあるのかなっていうふうには思います。思うと同時に、いやこれでもうすごい進化しているので、やっぱねこう走りもすごく良くなりましたし、とにかくこのトルクの感じと、またその減速の感じ、足の感じっていうのが、先進的でもあって、この軽やかさともっちりさのこう両立みたいなところに少しアメリカンなねテイストもあったりとかして、ちょっと応用なところも少し残っていたりとかもして、もうここもテイストとしてすごくいいと思うんですよね。で言いながら、もうすでにですね、私ね去年コペンハーゲン行ったんですけれども、もう見る EV のもう8割9割全部テスラもうなんかねお金持ってそうな奥さんみんなテスラ、もうねそういうところのこうライフスタイルの付け方っていうのもやっぱ上手ですよね。あと私今回思いましたけれども、やっぱりこう内装が綺麗なのでお洋服を選びません。そして女子が可愛く見えます。もちろんイケメンもよりイケメンに見えると思います。こうね、乗ってる人を美しく見せる車っていうのはやっぱりね選びたくなりますよね。なんか割と私テスラの試乗動画ってどれも割とベタ褒めしてると思うんですけれども、好みなんだと思います。走りも含めて。だからハンドリングもすごいいいし、足も程よくしなやかだし、だからといってボワボワすぎないし、頭も振られない。なんか運動性能も非常に洗練されているので、こういうところのね良さっていうのももう代を追うごとにどんどん良くなってきているなっていうのもすごく感じるわけですよ。さあというわけで、ぜひちょっとね試乗してもらいたいです。多分思ってたその EV のイメージとすごく変わってる、すごく違う。それと先代モデル Y オーナーさんはこれに乗ると、うわめっちゃ良くなったっていうのをこうナチュラルに感じられるのかなと思いました。雨の日が楽しみになるガラスコーティング白山50。はい、というわけで今日はこちら新型のテスラのモデル Y 試乗してまいりました。いかがだったでしょうか。今回ですねワインディングロードでの試乗となりましたけれども、これはですねどう考えても高速道路長距離もすっごい楽になったと思いますね。試乗拠点たくさん増えましたので、皆さんぜひですね試乗してみていただきたいと思います。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。